ニックチャンネル Hello everybody! 皆さんこんにちは。ニックチャンネルのニックことニコラス・エドワーズです。よろしくお願いします。本日のお題は、とてもね、ありがたいことに日本語がうまいですねというコメントをたくさんいただくんですけれども、それにまつわるネタで、なんでそんなに日本語がうまいんですかっていう質問って結構されるんですよ。で、普通に考えたらなんでこんなに日本語がうまいのかっていうのはあんまり考えたことがないんですけど、今回の動画を作るにあたってちょっとガチめに考えてみたのでリストアップしたものを本日ちょっと紹介していきたいと思います。少しでも皆さんのね、その語学の勉強とかに役立つような情報だったらいいなと思っております。早速リストアップしていきたいと思います。まず自分が思うに、自分が多分日本語の上達が比較的早かった。一応僕の日本語の、来歴的なことで言うと、高校に入学したのが14歳の時だったんですけど、その14歳の時から勉強していて、今28歳なので、ちょうど人生の半分日本語勉強してたり、喋ったりっていう状況なんですけど、一つ目に僕が考えた、自分がもしかしたら日本語の上達が早かったっていう理由の一つは、もともと自分の母国語、英語が得意だったんです。学校の項目としても、要するにアメリカ人同士でも英語が得意な方だったんですよ。英語っていう言葉についての、文法だったりとか、語彙だったりとかっていうのを比較的、面白く勉強してた方だと思うので、もともとの出発点として語学っていうものについて、自分の母国語についての、情報が多い状態で日本語の勉強を始めたのが大きかったような気がします。そのなんとなく喋っている英語から日本語を勉強していくっていうのじゃなくて、やっぱり自分のもともと喋っている母国語、英語を結構深く理解した上で日本語の勉強を始めたのが、大きなポイントの一つだったんじゃないかなと思います。それにちょっと便乗して、小さい頃から音楽と演技をやってたのが、人の喋り方とか、役の喋り方だったりとか、音の識別っていうところがちょっと得意だった部分もあると思うので、自分が親しみ慣れてない発音とかを真似ることがもともと得意だったような気がします。英語が得意だったのと、やっぱり僕小さい頃にキッズモデルの仕事と、あと舞台の子役をいろいろやらせてもらってたんですね。演劇部とかも学校でやってたりとかっていうのもあったんですけど、なんかのそのブランドの服を着てランウェイ歩いて、その服を目の前で披露するみたいな演技をやったりしてることによって、自分が自分自身の自然な喋り方じゃない喋り方を真似することが、ちょっと得意だったっていうのが有利な出発点を作ってくれたんじゃないかななんてちょっと考えました。何度言っても足りないぐらい言っておきたいのは、死ぬほど勉強しました嘘偽りなく多分1日 4,5 時間ぐらい勉強してたと思います。高校に入学して一つの項目として受けてたのでなんですけど、1年で2年分をやってたんですよ。アメリカって1学期2学期と、前半後半っていう感じの高校が多いと思うんですけど、高校1年生が終わってその高校2年生からもう高校3年生の日本語を始めてたんですよ。なので2年で4年分も勉強したっていうぐらいに、多分普通になんとなく勉強してたのではなくて、めちゃくちゃ勉強してました勉強してたって言っても全てが全てその教科書と向かってフラッシュカードを作って単語帳を作ってひたすら覚えるってだけではなくて、それはもちろんやってましたけど、それに加えてやっぱりドラマを見たりとか、音楽を聴いたり歌詞を訳してみたりとかっていうのがすごく大きなポイントだったと思います。2006年、2007年、2008年とかあたりが僕が日本語の勉強を始めたぐらいの時代だったので、その当時見てたのは少女漫画が多分実写化されたものが多くて、花盛りの君たちへとか、誰だっけやつら、フ
ファンタスティック4じゃなくてなんだっけ花より団子なんですけど、花より団子とか、その時すごいカトゥーンが流行ってましたね。だから亀梨和也とか、あと赤西仁とか、あとヤマピーとか、いやカトゥーンじゃないですけどね、極戦ですかね。すごい印象に残ってたのは、だからジャニーズ系ですね。ジャニーズのなんか僕からすると黄金時代、それたまたま自分が高校生の時だからだと思うんですけど、自分が初めて訳した歌詞って自分の記憶では GACKT さんの野に咲く花のようにっていう歌があるんですよ。僕の日本語の先生が GACKT さんの大ファンで、 GACKT さんとあとグレイの皆さんと、ちょっとそっち方面ですね。でその中で GACKT さんのそのバラード曲なんですけどをなんか訳して先生になんかチェックしてもらったような記憶があります。エンタメを通じてたくさん勉強してたっていうのがすごく大きなポイントの一つだったような気がして、エンタメを通じて勉強するっていうのはもともとその外国人に向けた日本語ではなくて、普段日本人ってか日本語話者がお互いと喋っている普通の日本語っていうのを、聞く、機会を、たくさん設けてたっていうことだと思うんですね。音楽のその歌詞っていうのも、その国の人がどういうものを歌詞にしちゃうぐらい美しいと感じるかっていうのは結構文化的な意味で重要だったりするんですね。でその同じやっぱ一つの概念っていうのを言葉によってその話していく、歌っていく、書いていく、観点が違ってたりとかっていうのもあって、文化の勉強っていうのは僕が思うには下手したら多分言葉の勉強以上にも重要なことだったりすると思います。リファレンス、やっぱり文化的リファレンスって結構専門用語では言うんですけど、要するに1リッターの涙とかだったら、1リッターの涙っていうのは、涙が1リッターあるっていう言葉なんですけど、そのドラマを見たことがあることによって1リッターの涙って聞いた時に日本人がやっぱ思い浮かぶ、内容っていうのが1リットルの1リッターの涙っていうだけじゃなくて、そのドラマの中だったりとか、そのドラマに出てた俳優さん女優さんみたいな、そういう文化的な知識っていう情報をエンタメを通じてたくさん増やせたことが、今の自分の一つの強みというか、今の日本語力にすごい貢献してくれているんじゃないかなって、思います。いろんなねその勉強っていうのも自分自身の身をやっぱりその日本語にたくさん触れる環境に置くことっていうのが重要だったような気がして、で僕高校生の時は結構アメリカにいて、アメリカ人と日頃こう接しながら生活してても、そういう日本で今流行っていること、ネットを通じてねたくさん日本語に触れてたんです、高校生の時で。もちろん、その間に高校に行ってる間にちょっとホームステイ留学したりもしましたし、17歳から本格的に10年日本に住んでいるわけなので、もちろんその立っている時間とどれだけ自分自身が日本語がある環境の中にいるかっていうのも大きいんじゃないかなと思います。やっぱり17歳の時にやってたスピーチコンテスト、喋れてるんですけど、その果てしないっていうのは果てしないって言っちゃってるみたいなのがあったりするんですよ。日常で感じる嫌な感情が全てなくなり、果てしない自由を感じることができます。果てしない自由、果てしない自由、果てしない自由を感じることができます。でそこってやっぱり、日本に行くことによって、日本で10年生活することによってちょっとその自分が喋ってるのを聞き返す機会も多くなったんですよ。っていうか僕は普通の人より多いんじゃないかなと思います、特にこの10年。なのでそれもすごい多分日本語力がもし高いというふうに評価していただけてるとすればそれにすごく関わっているんじゃないかなと思います。英語って言葉の中でのストレスって言われている仕組みなんですけど、平等に発音しないんですよ。だから長い母音と短い母音って存在してて、それは決まってるんですよ。日本語って全部あいうえおって全部長さ一緒なんですけど、英語ってあ
っていうあーとかっていう母音は長母音って長い母音って言われてるんですね。でその他にあとかっていうのはだから cat は長い母音なんですけど cot とかは短い母音っていうなんか決まりがあって、それがアメリカ人は自然と何も考えないでも当然小さい頃から喋れるようになっていくじゃないですか。でその自然ななんか抑揚のつけ方が抜けられないっていうよりも聞こえてこない人が多いんですよ。その僕何度か使わせてもらってる例なんですけど、うちに一回ホームステイしに来た女の子でひろこっていう女の子がいたんですよ。ひろこなんですけどどうしてもみんなヒロコって言っちゃうんですよ。真ん中ヒロコって真ん中が伸びちゃうんですよ。It's Hiroko って説明しても何が違うのみたいな。Hiroko で一緒に聞こえちゃうんですよ。アメリカ人ってその母音の感覚、その抑揚が何も考えずにつけちゃってるので、それが識別できるように認識できるようになっていかないと一生拭われないというか、気づけないようじゃ正せないので徹底的にやるしかないです。僕も徹底的にやらされました。だから僕が初めてホームステイしてたうちとかもものすごく厳しく言ってきたんですよ。その僕が、だから僕っていうのは僕って言っちゃったりしたらそれ僕ねみたいな、会話を遮ってまででもなんか一回止めてでもそれ間違ってるよとかその発音じゃないよってすごいめんどくさいんだろうけどずっとやってくれてたんですよ。ちょっとでも自然な日本語に近いところに持ってってくれたんじゃないかなと思います。失敗は成功のもとっていうようにいっぱい恥をかくと、例えば僕が以前の動画で一概にって言いたかったのに一向にって言ってる動画があって、アメリカ人のことをみんな一向にみたいな言い方をしたんですよみんな一概に言えないですけどみたいな言い方だったんですけど、イントネーション的なことは多いですね。番組とかでもいつか将来みたいないつかって言いたかった時にいつかって言って5日になっちゃったみたいなラジオで結構ありましたし、多分曲紹介してる時になんかいつかの何かみたいなタイトルだったんですけど、いつかの何かみたいないつかに何があるんだろうみたいな感じになっちゃったりとか、自分もまだやっぱそういう失敗結構するので、そうやって一つ一つ失敗した恥ずかしいって思うその気持ちが必ず印象に残るので、絶対覚えていくのにつながります。いっぱい発信して自分が間違える恥をかく機会を増やすことにおのずとなるじゃないですか。だからとにかく上達したいんだったらいっぱい間違えた方がいいですね。で最後に一番僕の多分日本語力、日本語の上達につながったのは単純なことなんですけど、喋るのが好きですYouTube ご覧いただいている皆さん多分ひしひしとそれを感じながら見ていただいてるんじゃないかなと思うんですけど、喋り好きっていうのはもともとやっぱ喋るのが好き、人の話を聞くのが好き、人の話を聞いて自分が思うことをこう伝え合ったりするのが自分もともとやっぱり好き、単純に好きだったので、そこが一番この語学力みたいなものの決め手というか上達につながったことなんじゃないかなと思います。目の前にやっぱ人がいた時にこの人に自分の思ってることを伝えたいとか、この人のことをもっと理解したいっていうもともと持っていた、性格みたいなもの、喋り好きっていうのはものすごくでかいと思います。外国語を勉強する皆さんにもしアドバイスをするとしたら、僕はいつも言ってることは自分自身のやっぱ趣味をその言葉でやることがすごく大事だったりすると思います。要するにその語学が好きだからとか日本語が好きだからっていうモチベーションだけじゃ届かない部分があったりするんですよ。僕はそういう音楽が好きで日本で歌を歌っているからっていう言葉じゃないところに趣味っていうもの、好きなものっていうのがあって、日本語でそのことをやることによってやっぱすごく上達していったんじゃないかなと思うので、アドバイスがあるとしたら、例えば皆さん、スポーツ観戦が好きですっていう方だったらスポーツ観戦の実況を英語で聞いてみたりとか、舞台が好きですっていうことだったらそういう舞台、今はちょっともしかしたら
ネット上でなのかもしれないですけど、それを例えば英語版で見てみたりとか、いろんな自分自身のもともと持っている趣味、興味みたいなものをその言葉でやることに、その言葉でそれをしてみることによって上達したいっていう気持ちをさらにこう強くしてくれるような効果もあるんじゃないかなと思うので、皆さんも英語が趣味だったら、それはもちろんそれでもいいんですけど、やっぱり英語が趣味ってだけじゃ、英語に行き着いてしまって、それ以上のところになかなかいかないところもあるかもしれないので、幅広いことに興味を持って英語でまたは別の言葉で自分が勉強したい言葉でそれを実行することが、最大限の一番大事なアドバイスなんじゃないかなと僕は思っております。ということで本日、僕が今ちょっと YouTube っぽくねタイトルをつけちゃうとこんなにうまい理由みたいな感じになっちゃうんじゃないかなと思うんですけど少しでも面白かった方、勉強になった方、ぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また投稿いち早く知りたい方、通知ボタンをポチッとオンにしてください。皆さん本日も最後までご覧くださりありがとうございました。ニックチャンネルのニックことニコラス・ドアズでした。はいはい、バイバイ。